出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。今さら聞けない ADHD とは、注意欠陥多動性障害。こんにちは、皆さん。今回は注意欠陥多動性障害 ADHD について説明していきます。ADHD は多くの人々が知っている疾患ですが、実際のところ多くの人々が正確に理解していないことが多いようです。そこで今回は ADHD の症状、原因、診断、治療などについて詳しく説明していきたいと思います。ADHD とは、ADHD、注意欠陥多動性障害は脳の発達に関する障害の一種で、注意力や衝動性の制御、運動の落ち着きなどに問題がある症状を示す疾患です。一般的には注意が散漫で短期的なことには集中できるが、長期的な計画や予定を立てたり、決断を下したりするのが難しいという特徴があります。また、多くの場合、身体的に落ち着きがなく、落ち着かないことが多く、よく動き回り、手や足を動かしたり、うつ伏せで机に通付したりする傾向があります。ADHD の症状について、ADHD、注意欠陥多動性障害は以下の3つの主な症状によって特徴づけられます。注意欠陥症状、多動性症状、衝動性症状。注意欠陥症状とは、注意力が散漫で簡単に気が散ってしまう状態が続くことが特徴的です。以下は注意欠陥症状の例です。集中力が持続しない。情報を整理することができない。注意を引くものに過剰に反応する。予定やタスクを忘れたり、失敗することが多い。達成すべきことを終わらせる前に他のことに移ってしまう。多動性症状とは、落ち着きがなく、身体を動かし続ける傾向があります。以下は多動性症状の例です。座っていることができない。手足を絶えず動かす。体の動きが不自然で落ち着きがない。大声で話す、叫ぶなどの行動をとる。静かな場所でも動き続ける。衝動性症状とは、思いついたことをすぐに行動に移してしまい、行動を制御することが難しい状態が続くことが特徴的です。以下は衝動性症状の例です。言葉を言う前に考えずに口走ってしまう。他人の話を遮ってしまう。つい手を出してしまう。危険な運転をする。大切な決断を急いでいってしまう。これらの症状は通常の生活で誰にでもあるものですが、ADHD の症状は他の人よりも深刻で、日常生活に支障をきたす程度が重いものです。診断には、これらの症状が6ヶ月以上継続している必要があります。また、ADHD の症状は個人差があり、一概に症状が当てはまらない場合もあります。診断は、専門家の診断によって行われることが望ましいです。ADHD の原因について、ADHD、注意欠陥多動性障害の原因はまだ完全に解明されていませんが、脳の機能や構造の異常が関与していると考えられています。遺伝的要因、脳機能の異常、環境要因、遺伝的要因。遺伝的な要因が ADHD の発症に関与していることが示唆されており、
親や兄弟に ADHD の人がいる場合、自分自身が ADHD である可能性が高くなるとされています。脳機能の異常。ADHD の人の脳には、正常な人と比べて神経伝達物質のバランスが異常であることが分かっています。特に、ドーパミンとノルアドレナリンのバランスが正常な人よりも崩れていると考えられています。また、脳の構造にも異常が見られることが報告されています。例えば、前頭葉の機能が低下していることが指摘されています。前頭葉は、判断力や抑制力、情報処理などに重要な役割を果たしている領域です。環境要因。生まれ育った環境も ADHD の発症に関与することがあります。例えば、妊娠中の母親の喫煙やアルコール摂取、早産、出生時の低酸素症、出産時の合併症などが ADHD のリスクを高めるとされています。また、過度なストレスや環境の刺激が多い環境での成長も ADHD のリスクを高めることが報告されています。これらの原因は相互に影響し合って複雑に絡み合っているため、明確な原因が特定できるわけではありません。ただし、遺伝的な要因が強く関与していると考えられており、環境によっても発症のリスクは変化するため、予防や治療には環境の改善も含めた総合的なアプローチが必要です。ADHD の診断について、ADHD、注意欠陥、多動性障害期の診断には、症状や生活史の詳細な観察、専門家による精神検査や脳機能検査が必要です。以下は一般的に行われる ADHD の診断プロセスです。医師の診察、精神検査、脳機能検査、環境面の評価、診断結果の判断、医師の診察。ADHD の症状があると思われる場合、まずは家庭医や小児科医に相談します。医師は、症状の程度や期間、日常生活にどのように影響しているかなどを詳しく聞き取ります。精神検査。専門の精神科医や心理師による精神検査が行われます。主に、患者の行動や発言の詳細な観察、ADHD に関する質問や課題、行動観察スケールなどが用いられます。脳機能検査。脳波検査や脳画像検査などにより、脳の機能や構造に異常があるかどうかを調べることがあります。環境面の評価。学校や家庭の環境など、ADHD の症状に影響を与える要因を評価することがあります。診断結果の判断。医師や専門家は、症状の程度や頻度、日常生活における影響などを総合的に判断し、ADHD の診断を行います。ADHD の診断は、上記のような専門家による詳細な検査が必要です。自己診断や専門家の診断を受けずに自己判断で薬物治療を行うことは危険であり、正しい診断を受けることが大切です。ADHD の治療について、ADHD、注意欠陥、多動性障害期の治療には、医療的治療や心理的治療があります。治療法は個人に合わせて選択されます。薬物療法、心理的治療、教育的支援、薬物療法。ADHD の症状を改善するために、スティムラント薬が一般的に処方されます。スティムラント薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整えることで、注意力や集中力、衝動性のコントロールを改善する効果があります。また、非スティムラント薬や抗うつ薬も使用されることがあります。心理的治療。認知行動療法やコーチング、家族療法、スキルトレーニングなどがあります。
認知行動療法は、患者が自分自身の思考パターンや行動を変えることで、症状を改善する方法を学びます。コーチングは、個人に合わせた支援を提供し、自己管理能力を高めることを目的としています。家族療法は、家族全員が協力し、症状に対応する方法を学ぶことで、日常生活の支援を提供することを目的としています。教育的支援。ADHD の症状がある児童や生徒には、学校での特別支援が必要な場合があります。学校カウンセリング、個別指導、薬物治療などが必要な場合があります。治療の効果は個人差がありますが、多くの場合、薬物治療と心理的治療の併用が有効とされています。ただし、薬物治療には副作用があるため、専門家の指導の下で正しい使用方法を守ることが必要です。まとめ。以上が ADHD についての解説でした。ADHD は正確な診断と適切な治療が必要です。ADHD の症状を持っている人々は、専門家の助けを借りながら、より健康的で幸福な生活を送ることができます。もし自分自身や身近な人に ADHD の疑いがある場合は、早期の診断と治療が大切です。以上。私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。